母の告別式が終わり、受付を担っている母のいとこのところへ夫と共に行ったとき、それは起こった。終わったな。俺、精進落としは欠席するから。そう言った夫は私を押しのけ、香典をまとめてある袋を取り上げた。ちょっと何を戸惑い呼びかけた時にはもう走り出していた。これで借金返せる。歓喜の声を残して。私と母のいとこは呆然と見送った後、言葉にならない驚きを叫んだ。私の名前はサナ。同い年の夫、ハルトと暮らして3年になる。子供はいない。共働きでお互い忙しいけれど、時間を合わせては一緒に出かけて楽しくやってきた。でも最近はそれも少し減ってきてしまっている。夫は酒飲みだ。今夜も同僚と飲んでくると連絡があった。テレビを見ながら夕食を済ませ、寝る支度まで整えた深夜。玄関の鍵が開く音と同時に帰宅を告げる夫の声が陽気に響いた。姫の好物を持ってきましたぞ。前後不覚になるほど飲むことはないけれど、お酒が入るとこういうおふざけはする。ちょっと声が大きい。酒草、寄らないで。ほら、サナの好きなアサリの佃煮。ありがとう。先にお風呂入っちゃって。私はお土産とカバンを奪い取り、夫を風呂場に押し込んだ。それにしても最近は飲みに行くことが多い。お風呂を終えてベッドに潜り込んだ夫にそのことを言うと、ただうさばらしに飲んでるだけじゃないぞ。酒の席を一緒にすることで物事がうまくいくこともあるんだよ。なんて諭すように言ってきた。そんな言葉にごまかされるとでも思っているんだろうか。そのせいで約束の生活費半分も入れてないじゃない。あんまり説得力ないわね。それはボーナス払いで。全額生活費気になりそうね。私も働いているとはいえ、これでは先が思いやられる。ただ、元気な夫との将来よりも、今気がかりなのは母だ。癌で入院している母はもう長くはないという。見舞いに行くと元気そうに振る舞っているけれど、随分と痩せてしまった。そういえば、夫との結婚間近に母は言っていたっけ。お酒の量には気を配ってあげて。飲みすぎは体を壊すから。飲みすぎの体を癒す効果がある料理を出すようにしているけれど、効いているのかはわからない。二日酔いとは無縁のようで、飲んで帰ってきても翌朝にはケロッとしているのだから。またなの？うるさく言いたくないけど、最近ずいぶん頻繁じゃない？また今夜も飲みだという電話だ。取引先の人と一緒なんだよ。いい印象を与えておきたいんだ。この前もそんなことを言っていた。いい加減、本当だろうかと疑ってしまう。今夜はあなたの好物を作ろうと思ってたんだけど。明日頼む。ご近所で泥棒が出たっていうのよ。俺の部屋に木刀があったろ。それでも持っとけ。今月の生活費、まだ入れてないわよね。つけといて。じゃあな、と通話は切られた。つけとけって、居酒屋の親父じゃないっての。思わず声を上げた。ところで、通話の向こうでずっと喋っていた女性は何だろう。取引先の人？それにしては騒がしかったような。嫌な考えが浮かんだけれど、すぐに頭から追い出した。今日は母の顔色が良かった。
今夜は夫もまっすぐ帰ると言っていたし、彼の好物でも作ろうか。必要な食材を頭の中で揚げながら、会社帰りに駅前の賑やかな通りを歩いていると、大通りの人混みの向こうに、夫によく似た背格好の人を見た。今日はもう終わったのかな。声をかけようと早足で数歩。そこで私は息を飲んで立ち止まった。人の影になって見えなかったが、夫の隣にはおしゃれな服を着た女性がいた。しかも腕を組んで歩いている。嘘。我が身に起こるなんて考えたこともなかった。あれは人違いだと思いたかったのに、夫から飲みに行くからと電話が来た。すぐに問い詰めたい気持ちをこらえ、分かったとだけ返した。深夜、ようやく夫が帰ってきた。ずいぶんご機嫌だ。今日は帰るって言ってたのに、ごめんな。これ、お詫びの。どうも。これまでは調子のいいご機嫌取りにも応じてきたけれど、今日はそうはいかない。手渡された高級和菓子をテーブルに置き、夫に向き直る。ねえ、今日、駅前で一緒にいた女の人は誰？駅前？その時間は会社にいたけど。腕組んで、親しげだったわね。今着てるのとそっくりの背広で。背広ってどれも似て見えるから見間違いじゃあ。目が泳いでいること、自分で気づいているのだろうか。何より重大なミスを犯したことも。私、あなたに似た人を見た時間までは言ってないけど。夫ははっと目を見開いた。いや、とにかくそんな女知らない。見間違いだろ。そう。じゃあそういうことでいいわ。それと、毎日のように飲み歩くなら、家で飲むお酒は減らして。その分、家に入れてほしいの。ええ。夫は嫌そうな顔をした。それじゃあ、あなたのおかず一品減らすわね。このままじゃ家計が破綻するから。なんで俺の分だけ？約束した分を家に入れないから。そんな、来月はきっと入れるから。入れてから言って。それに先月と先々月の不足分もね。そんないっぺんに鬼かよ。利息がつかない分、マシでしょ？これ以上は相手をしていたくなくて、夫に背を向けた。彼はなおも何かわめいていたけれど、聞こえないふりをした。その10日後、母の容体が急変して、あっさり息を引き取ってしまった。あまりにも急すぎて、最後の時に間に合わなかった。こんなどうしようもない気持ちの夜なのに、夫は仕事が関係したのみだとか言って、ここにいない。思い返せば、彼が母の見舞いに一緒に行ってくれたことは一度もない。妻の実母に対して何の気持ちもないということか。そして、今の私に対しても。母を亡くした悲しみと夫への失望で、その夜はただ泣いていた。父は私が20代半ばの頃、事故で亡くなった。兄弟姉妹もいないので、喪主は私だ。親戚や友人知人に助けられながらお通夜を終え、今、告別式も終わった。ずっと受付にいてくれた母のいとこのところへ夫と共に行き、お礼を言う。長い時間、ありがとうございました。いいのよ、これくらい。優しく微笑み、彼女が香典をまとめた袋を取り出したとき、信じられないことが起こった。サナ、悪いけど俺は昇進落としは
欠席するから。そう言って私を押しのけ、母のいとこから香典が入った袋を取り上げる夫。ちょっと何を。戸惑い問いかけた時にはもう彼は駆け出していた。これで借金返せる。歓喜の声を響かせ、あっという間にいなくなってしまった。私たちはしばし呆然とした後、言葉にならない何かを叫んだ。あの後、騒ぎに駆けつけて、事情を知った義父母は顔面蒼白で私に平謝り。スマホで夫を呼び出そうにも、彼は電源を切っている様子。怒りに燃えた母のいとこが警察を呼ぼうとするのを私はどうにか阻止した。私だってそうしたい。でも目の前に義父母がいるのだ。二人の前で息子を警察に突き出すような真似は気が引けた。とはいえ、夫を許す気はない。すると、義父が感情を押し殺すように言葉を絞り出した。必ず、春人を連れてくる。サナさんにはお詫びのしようもない。あいつを連れ戻ったら、気の済むまで罰してほしい。あなたは、家で待っていて。涙をこぼしながら義母も言った。お願いします。と、私は夫の捜索を任せた。スマホもつながらず、全く行方不明な夫だったが、意外にもあっさり家に連れてこられた。義父母の他に数回会ったことがある夫の同僚である男性、それから初対面の年配の男性がいた。夫の同僚が、父です、と紹介した。夫はというと、誰かに叩かれたのか、頬を晴らしてうつむいている。何も話そうとしない夫に代わり、同僚が何があったのか話してくれた。夫は何ヶ月も前からあるキャバクラ嬢に熱を上げていた。のみの理由に言っていた会社の取引先の人がうんぬんというのは真っ赤な嘘だったのだ。あの日見た夫によく似た背格好の人は正真正銘夫で、隣の女性はキャバ嬢で間違いない。彼女は人気が高いそうで、夫はせっせと貢ぎ物をして気を引こうとしていたという。そのために同僚の彼に多額の借金までしていたというから呆れる。夫が持ち去った香典は総額300万円。同僚への借金はほぼ同額。そして何も考えていなかったのか、夫は包まれたままの状態でお金を返そうとしたらしい。香典で返済とか、ありえねえ。夫に呆れ顔を向ける同僚。その同僚を睨む彼の父親。お前のしたことも軽率だ。後で知ったことだけれど、同僚の父は夫婦の友人で母とも面識があったそうだ。私もごく小さい頃に会っているそうだが、覚えていない。息子から私の母の訃報を聞き、式に出席してくれていたのだ。さらに同僚の父は、夫が勤める会社の取締役だという。それで息子も財産があったのだろう。本当なの？まあ。私の問いに、夫はもごもごと答えた。なおも下を向いたままの夫の頭を、義父が乱暴に床に押し付けた。ハルト、他に何か言うことがあるだろう。義父の厳しい声に、夫はたった一言。悪かった。無感情な小姉だった。義父母の手前、冷静でいようと努めていたけれど、ついに、とどめていた席が決壊した。それだけ？自分が何をしたか分かってないの？玄人女にいいように遊ばれて、借金してこんな騒ぎを起こして、お母さんのお葬式をめちゃくちゃにして。
だから悪かったって。俺も借金返さなきゃって、それで頭がいっぱいだったんだ。嘘つき。仕事関係がどうのとか言って。ただ遊んでただけだったのね。もうどっか行って。私が出て行く。あなたとはもういられない。まだ喪服のままの私が駆け込んだのは実家だった。無意識にバッグとスマホだけは持ってきていたおかげで、お金も実家の鍵もあったのだ。真っ暗な家で泣き崩れた。翌日、母のいとこが訪ねてきて、葬儀の後始末を手伝ってくれた。夫が持ち去った香典も取り返してくれていた。私の家に行ったら、義母が出てきて渡されたそうだ。少しだけ話を聞いたわ。大変なんて言葉じゃ済まないけど。ご心配おかけしました。先にこっちを片付けましょう。今は夫のことは考えたくない。彼女も私の気持ちを汲み取ってくれたようで、私たちは作業に集中した。葬儀の後始末がすべて終わってからも、私は家に帰らなかった。実家の片付けを理由に。夫には会っていないし、電話もしていない。その代わり、義母から連絡があった。ただひたすら言葉を尽くして私に謝り続けた。お母さんが悪いわけではありませんから。義父母は私に対し本当の娘のように接してくれた温かい人たちだ。夫のことは許せないけれど、二人には何の恨みもない。そして私は日が経つごとにこれからのことを考えるようになった。このままではいられないと思いつつも、夫の顔は見たくもないので、連絡を取る気にはなれず。そんなある日、彼から会って話をしたいというメールが来た。家を出てから2週間ほど。それなのに、久しぶりに見た我が家は、もっと長い時間を離れていたように感じた。出迎えてくれた夫に続いて入った家の中は、思っていたより荒れていない。そしてリビングに着くなり、夫は土下座した。本当にごめん。実は、夫の顔を見たら、もっとなじってしまうかと思っていた。けれど、不思議なほど感情に変化がない。謝罪はもういいわ。あなた、今までどうしてたの？ゆっくり頭を上げた彼は、疲れたような顔で言った。会社、辞めようと思ってる。弱々しい声で話したのは、こんな内容。まず、同僚の借金は抱えたまま。どこから広まったのか、香典で返済しようとしたことが噂となって、社内に流れ、周りの視線が厳しいそうだ。お金を借りている同僚もよそよそしいらしい。また、必死に貢いでいたキャバ嬢にも知られたようで、音信不通に。さらに義両親からは縁を切られたという。悲惨な状況だけれど、同情心はみじんも湧かない。彼に対して何の感情も動かないのだ。それどころか、自分も早くそうすればよかったと後悔した。私は自分がするべきことを悟った。あなたがやったことを、今でも許す気はないけど、もういいわ。その代わり、もう一緒には暮らせない。別れましょう。お前まで俺を見捨てるのか。被害者ぶらないで。先に裏切ったのはあなたよ。あの女、人を煽るのがうまいんだ。俺をもてあそんだんだ。そうなの？自分からもてあそばれに行ったんじゃないの？そんなわけ。言い訳はもういい。あなたと私は、これでおしまい。それだけよ。突き放すと、夫は口を閉ざしてうなだれた。この人との生活は嫌なことばかりではなかったけれど、もう二度と会うつもりはない。
離婚してからはしばらく実家で暮らした。でも、この家ともそろそろお別れだ。思い出が多すぎて、このままここにいるといつまでも前に進めない気がした。そこで思い切ってずっと遠くへ引っ越すことに決めた。今の職場を離れるのは名残惜しいけれど、そうしようと思う。決心したら、すっと心が軽くなった。これからを前向きに考えられるようになったのだ。行きたい場所も決まり、家も見つけた。仕事先も。そして、よく晴れた日。私は新しい場所へと旅立った。